ゆたおです。今回は災いを招く金魚、イユイくんの紹介をしていきたいと思います。はいどん !8 分でわかる、イユイのすべて。この子の特徴は何といってもこの特殊火力。特攻種族値が135あって、しかも特性の効果で相手の特防を下げられるのでめちゃくちゃ火力が出ます。タイプは悪炎で弱点4つですけど、半減以下にできるタイプが7つもあって、あと特防種族値は高いのでそこそこ交代で繰り出していきます。攻撃する時の技範囲も優秀で、両方半減以下にできるポケモンは少なめです。あと意外に変化技も豊富なんで、アタッカーだけじゃなくて起点作成もできる。ちなみに由来は玉魚を中国語で読むとイーユイらしいです。EV とは無関係。こっから詳しく説明していきます。特性は災いの玉だけ。自分以外の特防を4分の3倍にするってことで、シングルなら相手の特防、ダブルなら味方1匹と相手2匹の特防を下げられます。これを特攻高いイーユイくんが使うととんでもないことになって、イーユイくんって控えめ特攻特化だと特攻実数値が205なんですけど、相手の特防が4分の3倍になるんで、実質の実数値は273。持ち物なしでこだわりメガネロトム以上の火力が出せるので、要するにやばい。これだけ火力高いと逆に特攻を振らないのもありで、無振りでも特攻の実数値は実質206。控えめ特攻特化の羽ばたかみと同じくらいの火力が出ます。素早さ関係、激戦区100族のポケモンです。本作だとイルカマン、ウルガモス、ボーマンダ、パルテアケンタラスなどなどと同速。ササンドラ、ミミッキあたりの上を取るためにも素早さ最速にするのが基本だと思いますけど、ガブリアスより遅くて今の環境だともっと速いポケモンがたくさんいるので過信は禁物。ただ、こだわりスカーフ持たせればドラパルトより速くできるので、そうやって上から殴っていくのも有力。というか、それが一番基本の型になるかもしれないっていう感じです。技。メインウェポンの候補は悪タイプで悪の波動。炎は普通は火炎放射硬い文字から選択。火力が高いので火炎放射で十分なことが多くて、弱点をつけばほとんどのポケモンは確定一発。弱点つかなくてもアタッカー寄りのポケモンは大体確定にはツインできる感じ。なので基本は火炎放射採用かなって思うんですけど、こだわりメガネとかで使うなら大文字だと一発で倒せるポケモンが増えるので採用はあり。オーバーヒートは火炎放射と併用するのは普通かな。この子はサブウェポンがあんまりないので、この技を2個採用するのは全然ありよりハベリです。受け出してきた相手にも大ダメージを与えられるってのがポイントで、ヒットポイントフリーの水ロトムが確定に発。2回の受け出しを許さないみたいな動きができます。ソーダの特徴の技。熱風噴煙は全体攻撃できるのでダブルで有力。煉獄は低命中確定やけどの技。普通は使わないですけど、空振り保険とセットなら使えるかも。炎の渦は耐久型ができるなら使えるかもですけど、この子は回復ソースがないので厳しめですね。他の特殊な攻撃技の候補。この子タイプウィッチのサブウェポンにはあまり恵まれていないので、他のタイプの技使いたい時にはテラバースを使っていくのが基本になる気がします。それ以外だと使えそうなのはサイコ検出ぐらい。炎は悪の通らない上にバルでパルデアケンタロスに抜群をつくことができて、特殊系をどうでも受けられないようにできます。たたり目を覚えて使うなら鬼火とセットですけど、ゴーストで抜群つける相手には悪の波動でいいんで、たたり目を積極的に使う必要はなさそう。あまりにサブウェポンがないので、破壊光線も候補に入ってくるかもしれないです。あと、カタストロフィーは今作の順伝だけが覚える技で、相手の体力を半減できる技。怒りの前歯と違って無効タイプがないのがいいところですけど、この子は基本普通に殴った方が火力が出るので採用されづらいかも。能力を上げる技では素早さ上げながら攻撃するニトロチャージと特攻を上げるワルダ組。EU 君の火力でこの辺りうまく積んでいけば全抜きを狙える。相手の能力を下げる技ではバークアウトを2秒決み上げ怖い顔あたり。バークアウトは相手の特攻を下げられる技ですけど、この子は使うとそこそこ威力が出ますね。鬼火で相手の攻撃も下げられるので、物理特殊両方の相手を弱体化できますし、置き土産で相手の能力を下げながら退場するのも良さそうです。リフレクター光の壁の両壁を貼ることもできて、場作りでは一応日本バレを覚えることもできます。挑発は相手の補助技を封じることができる重要な技ですね。最後一応物理技。フレアドライブ噛み砕くし粘土続きとあって、一応最低限の攻撃速値もあるので、違法追点の採用もありえなくはない。ただこの子は特性と合わせると特殊攻撃力が高すぎるので、基本的には特殊1本でいいと思います。テラスタルの候補。アタッカーとしての運用が普通だと思うので、タイプ1技を強化できる炎アクア有力。極端な例ですけど、炎テラスタル特攻特化こだわりメガネでオーバーヒートを打てば、ヒットポイントフリーの水ロトムでも一撃で倒せる。タイプ1テラスタルを使うと相手は簡単には受けられないですね。捕獲さは水を半減にしつつ逆に弱点をつけますし、フェアリーも格闘を半減にしつつ逆に弱点をつけてドラゴン対策にもなるので有力。それ以外だと弱点の格闘を無効にできるゴーストとか弱点の地面を無効にできる飛行とかもあり得ると思います。型をまとめるとこんな感じ。まずは特殊アタッカー。こだわりアイテムを持たせる方は入りそう。
素早さ的にこだわりスカーフを持たせたくなって高速アタッカーとして先発で出していくとか、最後スイーパー役にしたりできるんですけど、タイプ優秀なので交代で繰り出していくことも結構できて、効果今一つの特殊相手なら耐久無比でも余裕で繰り出せますし、物理相手でも効果今一つならなんとか繰り出せる範囲。この子サブウェポンの候補が少ないですが、もともと悪炎の範囲が広いので、草とかフェアリーのフェラバースを持たせれば、かなりの範囲のポケモンに有効な技を持つことができます。火炎放射か大文字悪の波動。テラバーストくらいで技範囲十分なので、あと1個は超火力が出せるようにオーバーヒーとか、フリー対面で交代しづらい時に無理やり自主退場できるように置き土産もありそう。パーティーによっては催眠対策に寝言とかもあるかもですね。こだわりスカーフ以外だと超火力で相手に負担をかけていくこだわりメガネもかなり有力。同じような技構成で特殊方面の繰り出しが楽になるように突撃突起もありですね。その他のアタッカー向けアイテムは気合を助けとか命の玉とか。こだわりアイテム使わないときは挑発とかの補助技も採用しやすくなって、ニトロチャージとかの積み合わせを採用しておくのも面白そう。気合を助け必要かっていうところで、さっき効果今一つに対しては繰り出していけるって言ったんですけど、逆に抜群使われると耐久は脆くて、特殊方面でもタイプ1の抜群技は耐えられないですし、物理はタイプ1の抜群技でも耐えられないみたいな感じ。なので気合を助けはやっぱり有力なアイテムになってくると思います。あと少し変わった方で脱出パックを使った方もありそう。有利対面ができた時に積極的にオーバーヒートを打っていって、相手が交代してきても交代先にいいダメージを与えながら特攻下がるんで、脱出パックで引っ込めて有利対面を作っていくみたいな動きができます。こちらはガンガン積んでいくタイプ。この子の積み技は悪巧みに同チャージ。積み型の時は耐久に努力値振るの周りで、ヒットポイントに努力値振ればそこそこ硬くなります。持ち物は火力アップアイテムもいいですけど、オモンとかにするのも良さそう。ただ、悪巧みにドルチャージ両方積もうとすると、どっちみち壁とかのサポートが欲しくなります。一応、両党物理型も紹介。この子出力的に攻撃特化特攻無振りでも特攻のが高くなって、しかも特性で特防下げられるので、そもそも基本は特殊1本なんですけど、物理技使うとしても両党にするのが普通かなって思います。ただ、物理技メインにしておくと、オーバーヒート打って特攻さえあってもそのまま殴っていくみたいな動きが一応できるっていう感じです。ここから起点作りで、まず安定の壁張り。リフレクター光の壁使って壁を張っていくいつもの壁張りです。物理対策としてはリフレクターの代わりに鬼火を採用するパターンもあると思います。この子は置き土産で自主退場できたり、火力があるのでアタッカーと兼用できるっていうのが面白いところ。読まれないですしね。最後は物理型には鬼火、特殊型にはバークアウトで相手を弱体化させていくタイプ。相手が補助技使ってくるときには挑発を使ったりして、とにかく相手を弱体化した状態で後ろにつなげたい。隙見てニトロチャージで素早さを上げれれば、相手が速いポケモンに交代してきても相手を弱体化していくことができます。はい、だいたい8分。さあ、対戦の方やっていきましょう。今回1戦目のイー君はアタッカーと起点作りのハイブリッド。先発で出してアタッカーとして使って相手に負担をかけながら後続も助けるっていうことで結構おすすめの方です。で、お相手は、うねるみなもくんいて、コータスくんいる。今回まだ EU くんランクバトルで解禁されてないんでカジュアル潜ってるんですけど、うねるみなもくん来ちゃいましたね。こちらとしてはとりあえず EU くんから動いていきたいんですけど、羽ばたっきゅくんとサザンドラくんでいきましょう。対戦よろしくお願いします。さあ、うねるみなも入りを倒していきたい。1戦目やっていきましょう。お相手コータス。これは後ろうねるみなもいますね。こっちは先発用意のいいゆうくん。ちょっとこれはうねるみなも調べてきましょう。素早さ取得値109。なるほどね。とりあえずゆうくんは最初普通にアタッカーしていって、その後起点作りを狙っていく方なんで、ここは悪の波動を打っていきましょう。ひるませられると大きいんですけど、ひるんだ。ズルですけど、こういうことがあるのも強いとこだと思います。これでステルスロックも巻かれずに済んだ。ヘビスイくん、うねるみなもくん来た。能力は素早さが上がっていく。これは素早さ全振りしてる感じですね。今
れだとニトロチャージしても抜けないから、ここは置き土産していきましょう。テラスタル切ってくる。水。こっちがテラスタル切ってきても倒せるようにっていうことかな。ハイドロスチームは晴れで威力が上がるヘビースイ君の専用技ですけど、ただこっちは気合の助けで確定体調整。置き土産で相手を弱体化させていきます。対面で先発倒した後置き土産できるのほんと強い。先発によく来る気合の助け鉄の包みとか羽ばたく紙とかがほんと狙い目で、ニトロチャージで素早さ上げながら相手を倒していって後続に先制を置き土産できるとめっちゃ強い。ここはサザンドラ君行きましょう。今回この子はブーストエナジーを鉄の武人君に取られているので竜の舞命の玉ですね。でこっちも古代活性で能力上がっていく。ちょっと轟月くん最近使いすぎなんですけど、起点から活躍させるっていう時に便利なんでつい使っちゃう。お相手引っ込め。鉄の毒がこっちは竜の舞で能力を上げていって、今回じっぱりなんでうねるみなもくん抜けないよね。もう一回積みたいですけど鉄の毒が気合を助けたと困るんで殴っていきましょうか。虫のさざめきっていうかお相手こだわりスカーフ。これテラスタル切った方が良かったかな。今回鋼テラスタルなんで毒技でも無効だし、この技打ってこないですもんね。ここで日差し戻る。熱い岩じゃない。よしよし、これなら上取れるんでいけそうかな。さあまたやってきましたヘビスイくん。ヘビスイくん冷凍ビーム覚えないですね。じゃあテラスタル切らなくていいかな。耐えていく。ほんとこれなら陽気で持ってこればよかった。暴風当ててくる。サザンドラ君お疲れ。EU 君展開うまくいったかな。よしよし。いやヘビスイ君強いですね。対戦ありがとうございました。もう一戦やっていきましょう。さあ2戦目やっていきましょう。2戦目は脱出パックの EU 君を連れてきています。コータス君と合わせて炎の威力を押し付けていきたい。でお相手はドンファン君。ドンファン君強いですよね。どうしよっかな。ステルスロックも相手もいいんですけど、ドンファン君の頑丈を潰す方が大事ですよね。さあ EU 君出していきましょう。とりあえずドンファン君は普通に解放者でいいかな。これ交代したくても多分受けられないくらいの火力のはず。ベトベトン。ベトベトンは特防高かったと思うけど、この子の火力は受けられないですよ。テラスタルオーバーヒート打っていきましょう。当てていく。おーパーン。当然の一撃。別に古代活性でも何でもないんですけど、晴れで出していくとめっちゃ火力出るんですよね。で脱出パック発動して隙を作らないと。
この子晴れてるとどう組んでも一撃で倒せるのでベトベトンでは受けられないです。こだわりメガネにしてもいいですけど、脱出パックは今回みたいに内分けできるのがいいところで、お相手は羽ばたく神。こっちのソザンドラくんも晴れで素早さ上がってますけど、相手も上がってたんで抜かれてますよね。相手こだわりメガネなら今一つだから大丈夫だと思ってて、機体のタスキだった時が、いやでも大丈夫か。今回の子耐久振ってるんで耐えられるはず。オーバーヒート打っていきましょう。マジカルフレーム有効度なかった。これ気合の助けかな。オーバーヒートの火力で気合の助け。もしシャドーボールあっても今回の子耐久振ってるんで2回耐えれたと思うんですけど、火炎放射で締めていきましょう。置き土産ダイナミック降参。相手残り1匹だったよね。対戦ありがとうございました。今回はここまでです。またね。